春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、UI に引き寄せられるドロップエフェクトを作ってみようと思います。UI に引き寄せられるドロップエフェクトつけてみた。UMG、ナイアガラ。早速、作ってみましょう。1、ナイアガラ UI レンダラー。今回は、ウィジェットブループリントでナイアガラを使うことができる、ナイアガラ UI レンダラーを使います。ナイアガラ UI レンダラーは、アンリアルエンジンで使えるプラグインで、ナイアガラパーティクルを UI に直接レンダリングできます。このプラグインは、スプライトとリボンの CPU パーティクルをサポートしています。チュートリアルが用意されていたので、ある程度、アドバンスドチュートリアルに沿って作ってみます。ナイアガラ UI レンダラーをエンジンにインストールします。編集、プラグインより、ナイアガラ UI レンダラーを有効にして、再起動します。2、コインアクタの作成。コインテクスチャをインポートします。名前を T コインにします。右クリック、スプライトアクション、スプライトを作成で、スプライトアセットを作成します。ファイルを開きます。詳細パネル、ピボットモードをボトムセンターにします。保存して閉じます。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT コインにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのクラス追加より、ペーパースプライトコンポーネントを追加します。詳細パネル、スプライト、ソーススプライトに T コインスプライトをセットします。大きいので、スケールを 0.1 にします。回転を Z、マイナス90にします。コリジョンプリセットをカスタムにします。カメラをイグノアにします。コンポーネントパネルのクラス追加より、アローコンポーネントを追加します。コンポーネントパネルのクラス追加より、スフィアコリジョンコンポーネントを追加します。名前をコリジョンにします。詳細パネル、スフィアラディウスを 100.0 にします。位置を Z、80.0 にします。2の1、コイン取得処理。コリジョンを右クリック、イベントを追加。オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。アザーアクターより、イコールノードを配置します。ゲットプレイヤーコーンノードを配置します。イコールノードにつなぎます。イコールノードより、ブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップにつなぎます。デストロイアクターノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。コインが常にプレイヤー方向を向くようにします。イベントティックノードに追加します。ゲットアクターロケーションノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードより、ハンドルックアクトローテーションノードを配置します。ゲットプレイヤーコーンノードを配置します。ゲットプレイヤーコーンノードより、ゲットアクターロケーションノードを配置します。ハンドルックアットローテーションノードのターゲットにつなぎます。ハンドルックアットローテーションノードのリターンバリューを右クリックして、構造体 T を分割します。セットアクターローテーションノードを配置します。イベントティックノードにつなぎます。ニューローテーションを右クリックして、構造体 T を分割します。Z ピンをつなぎます。コンパイルして保存します。BT コインをレベル上に配置します。たくさん配置します。起動してみましょう。プレイヤーがコインにオーバーラップすると、コインが消えましたね。3、コインスコア用ウィジェットの作成。コインを取得した時にカウントを表示するウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を WB コインスコアにします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。一般、ボーダーをキャンバスパネル配下に配置します。詳細パネル、アンカーを上部全体にします。右オフセットを 0.0 にします。サイズ Y を 100.0 にします。アピアランス、ブラシカラーを黒色にします。アルファを 0.3 にします。一般、ボーダーをキャンバスパネル配下に配置します。詳細パネル、アンカーを上部全体にします。位置 Y を 100.0 にします。右オフセットを 0.0 にします。サイズ Y を 10.0 にします。アピアランス、ブラシカラーを緑色にします。パネル、ホリゾンタルボックスをキャンバスパネル配下に配置します。アンカーを右上にします。
位置をリセットします。アラインメントを 1.0、0.0 にします。サイズ2コンテントを有効にします。一般、イメージをホリゾンタルボックス配下に配置します。名前を i コインスコアにします。詳細パネル、イメージに t コインをセットします。イメージサイズを100、100にします。一般、テキストをホリゾンタルボックス配下に配置します。詳細パネル、バーティカルアラインメントを垂直方向にした揃えにします。コンテンツ、テキストにかけるを記載します。フォントサイズを 50.0 にします。一般、テキストをホリゾンタルボックス配下に配置します。名前を t コインカウントにします。イズバリアブルを有効にします。詳細パネル、バーティカルアラインメントを垂直方向にした揃えにします。コンテンツ、テキストに0を記載します。フォントサイズを 50.0 にします。プリミティブ、スペーサーをホリゾンタルボックス配下に配置します。パディングを 20.0 にします。コンパイルして保存します。3-1、コインスコア用ウィジェットの表示。今回は、操作キャラクターでコインスコア用ウィジェットを表示します。BT サードパーソンキャラクターを作業フォルダにコピーします。名前を BT コインコレクトプレイヤーにします。インド、ワールドセッティング、デフォルトのコーンクラスを BT コインコレクトプレイヤーにします。BT コインコレクトプレイヤーを開きます。イベントビギンプレイノードを配置します。クリエイトウィジェットノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。クラスに WB コインスコアをセットします。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前を UMG コインスコアにします。UMG コインスコア、セットノードより Add to View ポートノードをつなぎます。カメラブームを選択します。詳細パネル、ターゲットアームレンクスを800にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ちゃんと表示できましたね。4、ナイアガラの作成。コインを取得すると、ナイアガラパーティクルを生成して、UI 上のコインスコアに引き寄せられるようにします。ナイアガラエフェクトを作成します。右クリック、ナイアガラシステム。シンプルスプライトバーストを選択します。ナイアガラシステムを作成します。名前を NS コインにします。ファイルを開きます。4-1、コインパーティクルの生成。コインのパーティクルが生成されるようにします。レンダリング、スプライトレンダラーを選択します。詳細パネル、スプライトレンダリングのマテリアルをコインのマテリアルに変更します。NS コインを一旦閉じます。T コインのマテリアルを作成します。T コインを右クリック、マテリアルを作成。名前を M コインにします。ファイルを開きます。背景を透過します。詳細パネル、マテリアル、ブレンドモードをトランスルーセントにします。オパシティが選択できるようになります。テクスチャサンプルノードのアルファをオパシティにつなぎます。背景が透過しましたね。保存して閉じます。NS コインを開きます。レンダリング、スプライトレンダラーを選択します。詳細パネル、スプライトレンダリング、マテリアルに M コインをセットします。ビューポートがコインになりましたね。4-2、ループギュレーションモード、エミッタの更新、エミッターステートを選択します。詳細パネル、ループギュレーションモードをインフィニットにします。4-3、スポーンカウント、生成するコインパーティクルの数を定義します。エミッタの更新、スポーンバストインスタンテイニアスを選択します。詳細パネル、スポーンカウントのプルダウンより、ゼネラル、作成、新しいユーザーパラメータから読み取るを選択します。ユーザーパラメータにスポーンカウントパラメータが追加されます。このパラメータを使って、ブループリントから生成するコインパーティクルの数を指定できるようになります。スポーンカウントパラメータをテスト用に10にします。4-4、シェイプロケーション。コインパーティクルを生成する場所を指定できるようにします。パーティクルのスポーンのプラスより、シェイプロケーションを追加します。半径 20.0 の範囲からスポーンするようにします。詳細パネル、スフィアラディウスを 20.0 にします。スポーンする場所は、ブループリントから指定するようにします。シェイプオリジンのプルダウンより、ゼネラル、作成、新しいユーザーパラメータから読み取るを選択します。
ユーザーパラメータにシェイプオリジンパラメータが追加されています。名前をスポーンロケーションにします。このパラメータを使って、ブループリントからコインパーティクルを生成する場所を指定できるようになります。4-5、アドベロシティ。コインパーティクルがランダムに飛び出すようにするために、ベロシティを追加します。パーティクルのスポーンのクラスより、アドベロシティを追加します。詳細パネル、ベロシティをランダムレンジベクターにします。ミニマムを 800.0、0.0、200.0 にします。マキシマムを 800.0、1.0、500.0 にします。4-6、ライフタイム。イニシャライズパーティクルを選択します。詳細パネル、ライフタイムモードをランダムにします。今回はデフォルトの 1.0 から 2.0 にします。タイムラインで再生時間を 2.0 にします。4-7、グラビティフォース。重力を適用して、パーティクルが落下するようにします。パーティクルの更新のプラスより、グラビティフォースを追加します。一旦、保存して閉じます。5、ナイアガラシステムウィジェット。UMG ウィジェットにナイアガラウィジェットを追加します。WB コインスコアを開きます。ナイアガラシステムウィジェットをキャンバスパネル配下に配置します。名前を NS コインウィジェットにします。アンカーを全体にします。右オフセットと下オフセットを 0.0 にします。ナイアガラ UI レンダラ。ナイアガラシステムに作成したナイアガラエフェクト NS コインをセットします。マテリアルリマップリストをクリックしてマテリアルリマップリストを作成します。ナイアガラのスプライトレンダラーにセットしたマテリアルで UI 用のマテリアルを作成します。M コインを右クリック、クリエイトナイアガラ UI マテリアルで作成します。M コイン UI を開きます。マテリアルドメインがユーザーインターフェースで作成されます。テクスチャサンプルノードの RGB を結果ノードの最終カラーにつなぎます。保存して閉じます。WB コインスコアに戻ります。マテリアルリマップリストに M コイン UI をセットします。まだコインパーティクルが生成する場所を指定していないので、0.0、0.0、0.0 の1である左上にコインパーティクルが生成されます。6、パーティクルの生成場所とスポーンカウントの送付。ナイアガラエフェクトにパーティクルの生成場所とスポーンカウントを送ります。6-1、スポーンカウントの初記事。一旦、コンパイルして保存します。起動してみましょう。起動すると、左上にコインパーティクルが生成されます。初記事は、コインパーティクルが生成されないようにします。WB コインスコアを開きます。グラフに移動します。イベントプレコンストラクトノードに処理を追加します。NS コインウィジェット、ゲットノードを配置します。NS コインウィジェット、ゲットノードより、ゲットナイアガラコンポーネントノードを配置します。ゲットナイアガラコンポーネントノードより、セットナイアガラバリアブルバイストリングノードを配置します。イベントプレコンストラクトノードにつなぎます。インバリアブルネームにパラメータ名、スポーンカウントを記載します。コインパーティクルを生成させたくないので、インバリューは0にします。一旦、コンパイルして保存します。起動してみましょう。起動時に、コインパーティクルが生成されてませんね。6-2、スポーンカウントの送付。ナイアガラのスポーンカウントパラメータに、コイン取得時におけるパーティクルの数を送ります。WB コインスコアを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV コインコレクティドを作成します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数ナムコイン、インテジャー型を作成します。変数ナムコインは、コイン取得時におけるパーティクルの数です。もう一つ変数を追加します。変数コレクティドロケーション、ベクター型を作成します。変数コレクティドロケーションは、コインを取得した場所です。NS コインウィジェット、ゲットノードを配置します。NS コインウィジェット、ゲットノードより、ゲットナイアガラコンポーネントノードを配置します。ゲットナイアガラコンポーネントノードより、セットナイアガラバリアブルバイストリングノードを配置します。カスタムイベント EV コインコレクティドにつなぎます。インバリアブルネームにパラメータ名、スポーンカウントを記載します。インバリューをナムコインにつなぎます。6-3、スポーンロケーションの送付。ナイアガラのスポーンロケーションパラメータにスポーンカウントを送ります。ゲットナイアガラコンポーネントノードより、
セットナイアガラバリアブルバイストリングノードを配置します。スポーンカウントの送付につなぎます。インバリアブルネームにパラメータ名、スポーンロケーションを記載します。3D のワールド座標の位置を 2D のスクリーン座標の位置に変換します。カスタムイベント EV コインコレクティドのコレクティドロケーションピンより、プロジェクトワールド2スクリーンノードを配置します。プロジェクトワールド2スクリーンノードは、3D ワールド空間の手を 2D スクリーン空間座標に変換します。プレイヤーピンより、ゲットオーニングプレイヤーノードを配置します。ゲットオーニングプレイヤーノードは、この UI に関連付けられたプレイヤーコントローラーを取得します。スクリーンポジションを右クリックして、構造体ピンを分割します。画面サイズが変わっても対応できるように、DPI スケーリングを調整します。ゲットビューコートスケールノードを配置します。ゲットビューコートスケールノードは、現在適用中の DPI スケールを取得します。ポジション X より、ディバイドノードを配置します。ゲットビューコートスケールノードをディバイドノードにつなぎます。ポジション Y より、ディバイドノードを配置します。ゲットビューコートスケールノードをディバイドノードにつなぎます。セットナイアガラバリアブルバイストリングノードのインバリューより、メイクベクターノードを配置します。ポジション X を X につなぎます。Y は奥行きなので省きます。スクリーン空間は左上が原点なので、Z は反転します。ポジション Y より、マルチプライノードを配置します。下のピンを、マイナス1にします。Z につなぎます。6-4、ナイアガラエフェクトのリセット。次回生成した時に、0フレームから始めるために、ナイアガラエフェクトをリセットします。NS コイン EZ、ゲットノードより、アクティベートシステムノードを配置します。スポーンロケーションの送付につなぎます。リセットを有効にします。コンパイルして保存します。7、パーティクルの生成場所とスポーンカウントの取得。コインアクタより、配置場所とコインパーティクルの数を取得します。DT コインを開きます。現在プレイヤーがオーバーラップすると、デストロイアクターします。デストロイアクターする前に、WB コインスコアのカスタムイベント EV コインコレクティドを呼び出します。今回、WB コインスコアは操作キャラクターで表示しています。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードより、キャスト 2BT コインコレクトプレイヤーノードを配置します。純粋キャストにします。キャスト 2BT コインコレクトプレイヤーノードより、変数 UMG コインスコア、ゲットノードを配置します。変数 UMG コインスコア、ゲットノードより、カスタムイベント EV コインコレクティドを呼び出します。プレイヤー判定のブランチノードのトゥルーにつなぎます。後ろはデストロイアクターノードをつなぎます。今回、コイン取得時におけるパーティクルの数は5つにします。ナムコインを5にします。後でパーティクルの数を変更できるように、変数にします。ナムコインを右クリックして、変数へ昇格します。名前をスポーンカウントにします。インスタンス編集可能を有効にします。パーティクルが生成される場所を取得します。ゲットアクターロケーションノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードより、アドノードを配置します。Z150 にして、少し持ち上げます。コレクティドロケーションにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。コインにオーバーラップすると、小さなコインが5つ飛び出すようになりましたね。8、スコアカウント。コインパーティクルが消えるとスコアにカウントするようにします。8-1、ナイアガラからブループリントにデータを送信。NS コインから WB コインスコアにデータを送信します。NS コインを開きます。パーティクルデータをブループリントにエクスポートするために、パーティクルの更新のプラスより、エクスポートパーティクルデータ2ブループリントを追加します。データをエクスポートする条件を設定します。条件は、パーティクルがアライブでなくなったらにします。コンディション2エクスポートデータのプルダウンより、ブーリアンノットオペレーションを追加します。ブールのプルダウンより、アライブを追加します。エクスポートでエクスポート先を指定します。
ユーザーパラメータのプラスより、オブジェクトパラメータを追加します。名前をインターフェースオブジェクトにします。詳細パネル、コールバックハンドラーパラメータに、パラメータインターフェースオブジェクトをセットします。このパーティクルがアライブでなくなったら、インターフェースオブジェクトに送信します。保存して閉じます。8の2、ブループリントでナイアガラからのデータを受信。WB コインスコアで NS コインからのデータを受信します。WB コインスコアを開きます。グラフに移動します。ナイアガラのインターフェースオブジェクトパラメータに、このブループリントのオブジェクト参照を送ります。イベントプレコンストラクトノードに追加します。ゲットナイアガラコンポーネントノードより、セットナイアガラバリアブルバイストリング、オブジェクトノードを配置します。スポーンカウントの初期値につなぎます。インバリアブルネームをインターフェースオブジェクトにします。オブジェクトにセルフノードをつなぎます。ナイアガラのブループリントインターフェースを実装します。クラス設定、実装インターフェースのプルダウンより、ナイアガラパーティクルコールバックハンドラーインターフェースを追加します。ナイアガラパーティクルコールバックハンドラーインターフェースは、ナイアガラからブループリントにデータを送信できます。インターフェースにレシーブパーティクルデータが追加されています。右クリックして、イベントを実装します。イベントレシーブパーティクルデータノードが配置されます。8の3、スコアカウント。コインパーティクルの数をスコアにカウントします。パーティクルデータの数を取得します。データピンより、レンクスノードを配置します。変数を追加します。変数コインスコア、インテジャー型を追加します。変数コインスコアは、コインスコア値です。コインスコア値に加算します。変数コインスコア、セットノードを配置します。イベントレシーブパーティクルデータノードにつなぎます。変数コインスコア、ゲットノードを配置します。変数コインスコア、ゲットノードより、アドノードを配置します。下のピンにレンクスノードをつなぎます。アドノードを変数コインスコア、セットノードにつなぎます。コインスコア値をウィジェットのコインカウントに表示します。変数 t コインカウント、ゲットノードを配置します。変数 t コインカウント、ゲットノードより、セットテキストノードを配置します。変数コインスコア、セットノードにつなぎます。変数コインスコア、セットノードをインテキストにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。コインアクタにオーバーラップして、コインパーティクルが5つ発生して消えると、コインスコアにカウントされるようになりましたね。9、コインパーティクルの引き寄せ。コインパーティクルがコインスコアの位置に引き寄せられるようにします。NS コインを開きます。9の1、ポイントアトラクションフォース。引力を追加します。パーティクルの更新のプラスより、ポイントアトラクションフォースを追加します。詳細パネル、アトラクションストレングスのプルダウンより、マルチプライフロートにします。A は、最初の引き寄せる力です。5000.0にします。B のプルダウンより、フロートフロムカーブにします。最初のキーを選択します。0.0、0.0 にします。キーを追加します。0.25、0.0 にします。3つ目のキーを選択します。0.75、1.0 にします。アトラクションラディウスは、引力の影響範囲です。アトラクションラディウスを 2000.0 にします。フォールオフエクスポーネント、減衰指数を無効にします。アトラクターポジションは、パーティクルを引き寄せたい場所です。アトラクターポジションのプルダウンより、ゼネラル、作成、新しいユーザーパラメータから読み取るを選択します。ユーザーパラメータに、アトラクターポジションパラメータが追加されています。名前をターゲットロケーションにします。このパラメータを使って、ブループリントから、コインパーティクルが引き寄せられる場所を指定できるようになります。保存して閉じます。起動してみましょう。まだコインパーティクルが引き寄せられる場所を指定していないので、原点である左上に引き寄せられてますね。9の2、引き寄せたい場所の指定。コインパーティクルを引き寄せたい場所を指定します。WB コインスコアを開きます。グラフに移動します。画面の解像度を変更するとターゲット位置が変わる可能性があるので、パーティクルの移動先を動的に更新します。セットタイマー by ファンクションネームノードを配置します。イベントコンストラクトノードにつなぎます。フ
ファンクションネームをロケーションアップデートにします。タイムを 0.5 にします。ルーピングを有効にします。0.5 秒おきに関数ロケーションアップデートが処理されます。関数ロケーションアップデートを作成します。変数 NS コインに Z、ゲットノードを配置します。変数 NS コインに Z、ゲットノードより、ゲットナイアガラコンポーネントノードを配置します。ゲットナイアガラコンポーネントノードより、セットナイアガラバリアブルバイストリングノードを配置します。エントリーノードにつなぎます。インバリアブルネームにターゲットロケーションを記載します。ローカル2ビューポートノードを配置します。ローカル2ビューポートノードは、ジオメトリのローカル座標をローカルビューポートに変換します。変数 i コインスコア、ゲットノードを配置します。変数 i コインスコア、ゲットノードより、ゲットキャッシュドジオメトリノードを配置します。ゲットキャッシュドジオメトリノードは、EZ の最新のジオメトリ、位置やサイズなどを取得できます。ただし、値が1フレーム遅れている場合があるため、精密なタイミング操作が必要な場合には注意が必要です。ゲットキャッシュドジオメトリノード、ローカル2ビューポートノードのジオメトリにつなぎます。変数 i コインスコア、ゲットノードより、ゲットデザイアードサイズノードを配置します。ゲットデザイアードサイズノードは、EZ の設定サイズを取得します。i コインスコアの中心を取得するようにします。ゲットデザイアードサイズノードより、ディバイドノードを配置します。下のピンを 2.0、2.0 にします。ディバイドノードをローカル2ビューポートノードのローカルコーディネートにつなぎます。ピクセルポジションを右クリックして、構造体ピンを分割します。画面サイズが変わっても対応できるように、DPI スケーリングを調整します。ゲットビューポートスケールノードを配置します。ピクセルポジション X より、ディバイドノードを配置します。ゲットビューポートスケールノードをディバイドノードにつなぎます。ピクセルポジション Y より、ディバイドノードを配置します。ゲットビューポートスケールノードをディバイドノードにつなぎます。セットナイアガラバリアブルバイストリングノードのインバリューより、メイクベクターノードを配置します。ピクセルポジション X を X につなぎます。Y は奥行きなので省きます。ローカルビューポートは左上が原点なので、Z は反転します。ピクセルポジション Y より、マルチプライノードを配置します。下のピンを、マイナス1にします。Z につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。コインスコアに引き寄せられるようになりましたね。10、コインパーティクルの消滅。コインパーティクルがターゲット位置に到達すると、消滅するようにします。NS コインを開きます。パーティクルの更新のプラスより、キルパーティクル図を追加します。一番上に配置します。コインパーティクルとターゲット位置の距離を比較します。距離が50以下になると、コインパーティクルを消滅させます。詳細パネル、キルパーティクルズのプルダウンより、セットブルバイフロートカムパリソンを配置します。A と B を比較します。B を 50.0 にします。カムパリソンタイプを A レス残を I コールと B にします。A のプルダウンより、ベクターレンクスにします。ベクターのプルダウンより、サブトラクトベクターにします。A は、ターゲットの位置にします。A に、ユーザーパラメータ、ターゲットロケーションをドラッグ&ドロップします。B は、パーティクルの位置にします。B にパラメータ、パーティクル属性、ポジションをドラッグ&ドロップします。保存して閉じます。起動してみましょう。コインパーティクルがコインスコアの位置に到達すると、消滅するようになりましたね。11、フレーム落ち対策。BP コインを同じ場所に10個配置して、同時に取得できるようにします。起動してみましょう。50個のコインパーティクルが生成されるはずが、5つしか生成されませんでしたね。WB コインスコアを開きます。グラフに移動します。ナイアガラエフェクトのリセットで、ナイアガラエフェクトを次回生成した時に、0フレームから始めるようにしています。同時にコインを取得すると、0フレームから始められないので、コインパーティクルが生成されません。変数を追加します。変数フレームドロップアボイド、インテジャー型
します。変数フレームドロップアボイド。セットノードを配置します。EV コインコレクティドにつなぎます。スポーンカウントの送付につなぎます。変数フレームドロップアボイド。ゲットノードを配置します。変数フレームドロップアボイド。ゲットノードよりアドノードを配置します。ナムコインをアドノードにつなぎます。アドノードを変数フレームドロップアボイド。セットノードにつなぎます。変数フレームドロップアボイド。セットノード。スポーンカウントの送付のインバリューにつなぎます。最後にディレイノードを配置します。デュレーションを 0.0 にします。ナイアガラエフェクトのリセットにつなぎます。変数フレームドロップアボイド。セットノードを配置します。0にして初期化します。ディレイノードにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ちゃんと50個のコインパーティクルが生成されましたね。12、サウンド&アニメーション。スコアをカウントするときに、サウンドとアニメーション演出を実装します。WB コインスコアを開きます。グラフに移動します。スコアカウントの最後に処理を追加します。12の1、サウンドの実装。プレイサウンド2でノードを配置します。コインカウントに表示につなぎます。サウンドにセットします。12の2、アニメーションの実装。デザイナーに移動します。I カウントスコアを選択します。アニメーションシーケンスを開きます。プラスアニメーションでアニメーションを追加します。名前をスケーリングアニメーションにします。プラス追加より I カウントスコアを追加します。プラスよりトランスフォームを追加します。展開します。スケーリングを展開します。0.1 に移動します。スケーリングを X1.5、Y1.5 にします。0.2 に移動します。スケーリングを X1.0、Y1.0 にします。アニメーションシーケンスを閉じます。グラフに移動します。スケーリングアニメーションを配置します。スケーリングアニメーションより、プレイアニメーションノードを配置します。プレイサウンド2でノードにつなぎます。コンパイルして保存します。コインパーティクルの数を変更してみましょう。DT コインを1つ選択します。詳細パネル、デフォルト、スポーンカウントを1000にします。起動してみましょう。コインストックサウンドとスケーリングアニメーションが機能してますね。設定ファイル。ナイアガラの操作に慣れれば、もっと高品質な UI が作れそうですね。UI でナイアガラを使用するメリットは、視覚効果の強化、ナイアガラのパーティクル効果を UI に統合することで、アニメーション性や動的な視覚要素が増し、魅力的なデザインが可能になります。インタラクティブな UI、動きのあるエフェクトを組み込むことで、ユーザーの操作や入力に反応するインタラクティブな UI を実現できます。カスタマイズ性、ナイアガラを使えば、UI 上でユニークなエフェクトを自作し、プロジェクトのテーマに合わせた表現が可能です。リアルタイム表現、ゲームプレイと同期した UI エフェクトをリアルタイムで作成できるため、全体的な没入感を向上させます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。